こんにちは、アンナスです。今日は、レイズドリーフステッチっていう葉っぱみたいな立体刺繍でよく出てくるステッチなんですけど、それを説明したいと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではこの葉っぱみたいな、今回は花びらじゃないか、ポインセチアってここ実は葉っぱなんでしたっけ？ちょっとそこまでわからないんですけど、この葉っぱみたいな花びらみたいなステッチをやっていきたいと思います。で、私は昔 YouTube でトウモロコシの刺繍をやった時にこれに似たような感じのやったんですけど、ちょっとあっちはねアレンジバージョンで、今回が割と世の中でよくやられている感じのものになります。ではまずやり方ですね。3点があれば OK です。ちょっと見づらいかな。これでこの待ち針を使います。待ち針を花びらのこの頂点ですね、ここにセッティングして、で下はどこでもいいといえばどこでもいいんですけど、花びらとかこういうのでやるときは結構刺す場所を選ぶと思いますけど、今何もないので適当にザクッと刺してます。で、この3点が重要なんですけど、3点まず右からでも左からでもいいです。出して、この待ち針に糸をかけます。でこの右の点に入れる。これは右から出しても左から出してもどっちでもいいです。でだいたい真ん中でいいです。ちょっと右寄りかなでまた糸をかけて、これで3本の糸がこう渡っているっていう状況になりますね。で針でこれを編んでいきます。編む時はちょっとこの針の穴の方を使って編むと編みやすいです。ちゃんとこうギュッと引っ張っておいてくださいね。で上下上、もういつもおなじみのバスケットステッチとかもスパイダーウェーブローズとかいろいろやってきましたけど、そういう感じでやります。で最初に結構ギューって引っ張っておかないと、私もちょっと失敗してるんですけど、最初緩いとこうやって待ち針を止めている穴みたいなのがね残っちゃうんですよね。だから最初割とギュッてしておくと先がとんがって綺麗なので、最初はちょっと先を引っ張り気味にギュッとしておくといいと思います。で次、また上下上、さっきと逆ですね。逆のだから、これで合ってるかな。これで合ってますね。で、下上下、もうこれをひたすら続けていくだけです。で編んだらその都度ちょっと針でギュッギュッギュッって押しといてください。織り機とかやる時でも機織りでもトントントンってやりますよね。そういう感じで針でちょっと押さえて、しっかりこう糸が浮いてこないようにこう詰めていきます。これちょっと今3本取りでやってちっちゃいんですけど、これ6本取りでやるともうちょっと大きいのができると思います。結構ね糸を避けるといくらでも入れられてしまうんですけど、その辺はこのふんわり感をどれぐらいにしたいかっていう人にもよると思うので、結構ねぎゅうぎゅうになっちゃいました。これぐらいで終わらせとこうかな。はい、これで全部編めたら
もうどっか適当にザクッと下に入れてもらって、でやっとこの待ち針が抜けます。はい、待ち針を抜くとじゃじゃーん、はい、ペランペランこういう感じで、立ち上がりますね。こんな立体刺繍になります。なのでなんか例えばこういうアーチみたいにしたいとかだったら先が止まってる方がいいので、なんだろう、こう立ち上がりすぎると結構垂直に上に行ってしまったりするのが嫌だったりする場合はちょっと止めておいてもいいです。これでこれさっきの待ち針の穴なんですけど、待ち針の穴よりちょっと下側に留めておくと浮きますね。はい。待ち針と同じ穴あたりに留めるとただのぺったんこの三角形だから別にわざわざ待ち針使わなくても普通にバスケットステッチみたいなのでやればいいよねみたいになってしまうんで、もし留めるんだったらちょっとこういう風に浮かせて留めるといいと思います。なんか私が作ったポインセチアはなんかうまいことこうペタッとこうなってくれたのでよかったんですけど、もし立ち上がってしまう場合はどっか止めておくといいかもしれないですね。っていうなんか可愛いステッチなので、これは何に使えるでしょうね。お花以外だとなんかいろいろ考えてみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。